100点のアートクレヨン画展。今年も開催。あなたの力作、待ってますよ。これとほら、色が全然違いますので、お肉が目立つんじゃないかなと思うんですけど、金属光沢でこう光ってるんですね。これはもう本当に明るい暗いの色を極端にこう同居させてた。はい、こんにちは。ねえ、初中お見舞い申し上げます。ベリー君もね、初中お見舞い申し上げます。にゃー。はい。ベリー君も暑いでしょ？お前暑いのによく暑い窓辺で寝てるね。すごいね。はい。ねえ、おかげさまで柴崎もベリー君も今日も元気にやってます。ありがとう。ちょっと皆さん。ありがとうございます。映ったかな？よし。はい、ありがとう。よいしょ。ベリー君重いな。いつもね、柴崎の動画を見てくれまして、たくさんのコメントと高評価、本当に感謝してます。そんな暑い中ですけどもね、あなたはお元気ですか？今日はそんな暑さを吹き飛ばす勢いで、柴崎、添削やってみたいと思います。柴崎が主催するですね、オンラインサロン、シバーツのメンバーの方が寄せてくれた力作の中からね、ちょっと選びまして、今日添削しますね。さあ、どんな絵がね、あって、柴崎はそれをどう見立てるのかね。では、今日ノー編集ノーカットですからね、時間の許す限り、ゆっくり見てください。では、早速、行ってみます。はい。はい。それじゃあ、早速ね、やってみましょうね。さあ、今日はどんな作品があるかね、楽しみですね。なんかいろいろあるけども、これにしてみようかな。よいしょ。はい。グレイ R さん、東京の方ですね。イタリアンの料理。食いしん坊の私は食べ物の絵を描きたいと密かに思っていたのですが、結構描いてみると難しくって、まだまだだな。もう一度描き直しましょうと思いつつ、今日の成果アップしますですね。楕円形のお皿にも挑戦しましたと書いてありますね。はい。それが、確かに豪華なお食事ですね。お肉がまた素敵だね。はい。で、これを、こう書いたのか。ねえ。もう一回。よいしょ。こうやって見るのと、こうやって見るの。大切なお肉、どっちがよく見えるかな？形がはっきり見えるかってことなんですけどね。これと、これ。ねえ。これは絵の工夫で、お皿を、パープル色したんだよね。これはすごく工夫だよね。それはとてもいいと思うんだよね。でも、やっぱりこっちのお肉、はっきり見えるでしょ？これはね、どうしてかって言いますと、このですね、お皿とですね、お肉がね、こう、色もそうなんだけど、明るさ暗さも比較的同じになっちゃったんだよね。だから、お皿とこのお肉がみんなちょっと溶け込んでしまって、だから形が見えにくいってわけです。だからそこをどうするかっていうと、このお皿の部分とここのお肉、これを分ける工夫だよね。メールで分ける。まずそれかな。はい。いや、そんなね、お肉とお皿、お肉をもうちょっと目立たせるようにするためにはということでね、添削やってみたいと思います。はい。はい。ではですね、やってみましょう。そうですね。お皿、楕円にね、調整していくって良かったです。ちょっとお皿が窮屈だったんですよね。ヘリが、ここのヘリが
結構こうギリギリに描いているという感じだったので、上はこう立ち落としてよかったですよね。なので、どっちかを入れましょうか。こっち立ち落としてあるので、こっちはこう画面のここね、ちょっと開けて入れて、こっちとこっちどっちを立ち落とすかですね。どっちでもいいんですけども、せっかくここにナイフやフォークがこうあるので、こっちを少しこう広く入れてですね。で、こっちをこう立ち落としてみましょうか。こうやってですね。で、イメージとしてはだから、こんなイメージですね。はい。こうでしょうか。それでですね。お皿の、結構これ幅広のお皿なのかな。写真によってこうやって写ってしまうのかもわかんないですね。ちょっとそこら辺がちょっとよくわかんないんですけど、楕円はですね、腕をぐるぐる、こう片方だけやるので、こっちからやったら今度はこっちからですね。ぐるぐるぐるっとこう回すようにこう書いて、そのように練習するといいかと思います。それで、ここにお肉が、どんな肉なんだこんな、すごいな。柴崎、こんなでっかいお肉食べたことないの。こうやって。これ多分立体かな。これが側面かな。今度こうね。こんなの見えるのかしら。ちょっとよくわかんないんですけど。それでそこに付け合わせのポテト。これはっきりこれとオーバーラップしましょうかね。こうやってね。ここにこんなオーバーになって、ソースがここにこうやってこんな風にかかってる。こうかな。ここにもお肉がある。ここにもお肉がある。で、ソースがこうかかってんだよね。で、ポテトがここにこうなって、こうなってる。こんなんかな。あと、こう付け合わせのお野菜が、なんかこんなんなって、こんなんなって、こうかな。で、ソースが、こんなんで、おしゃれですね。こんなんなって、こんなんなって、こっちピュッと、こう、ピュッと、ピュッ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 とこうですね。はい。こんなんかな。で、ここに、こうなって、なんかこうね。スタンド風になって、スプーンが、こっちへ、この下にこう隠れるようにスプーンの頭があって、次にフォークがこっちへこうなって、こっちへこう切っていると。ここにナイフがあるんだね。で、影がこう起こってるだろう。で、いいかしら。はい。それでですね。要はですね、元々のお写真はここ白い皿だったんですよね。だけどもここをね、パープルにしたために結果的にどうなってしまったかというとですね、こうお皿があって、お肉なんかあるんですけども、ここのね、メイドがね、非常にこう、明るさ暗さがね、こう、似てしまったんですよね。だから、せっかくのお肉なんかね、よくわからないというようになってますので、元のお写真の時はね、皿が白かったからね、こう肉よくわかったんですよね。なのでもう一回元へ戻す感じで、お皿をですね、何の色でもいいんですけど、明るくして、このお肉がですね、もう少し目立つようにしたい。と思います。はい。どんな色がいいかなどんな色ね、あなたはどう思いますか？じゃあまず、その前にちょっとお肉描きましょうか。で、このお肉を見ると、写真で見る限りですよ。柴崎よくわかりませんが、なんかレアっぽいのかな？だから、ちょっと
なんか少しピンクのようなですね。何か、どうなんだろうね。少しブルーがかってるようなですね。こんな色？写真見るとこんな風になんか見えるんだけどね。こうかな。はい。あなたはこれどんな色に見えますか？こんな風？こっちの端の方は、もうちょっとよく焼けて、こっちの方はちょっとこんな色に見えるのかな？こんななって、こんななって。焼き目がついたり、お肉だからね、構造的にはそんなに単純なものじゃないかもわかんないので、いろいろなのかもわかりませんね。なんともそこら辺が、ね、ちょっと一緒に行ってごちそうになってれば、あれだよねって話がですね、柴崎もすぐわかるんですけども、なんせ、お写真だけで判断しますので、なかなかそこら辺が厳しいんですけども、で、こんなんかな。で、こっちが、多分ここは側面だよね。側面で、ちょっと焦げた色もあるかわかんない。ね、端っこだからこうなって、こうなってるかもわかんないんだけど、側面だから少し、ちょっと暗くてですね、少し冷たそうな色。あんまりやると食欲わかないといけないんですけど。こんなんで、こうで、こうかな。それで、ここにお肉あるのか。ここにお肉あるんですね。こうで、こっちもとことこ、少しはこう暗いとこあるのかな。こんなんでいいかな。ここにもお肉あった。ね、ここね。これもなんかピンクっぽく見えるんですけど、どうなんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。お肉の色を作ってます。ここだよね。はい。ここにもお肉があって、少し赤っぽくしましょうかね。あんまり赤いとでも、お腹壊すといけない。こんなんで、焦げたとこもあると。あとは、ですから、こういう明るさね。これが目立つようにですね。もし白い皿でなかったらどうするか。パープルをすごく薄める。と色が結構似てしまうんだよね。似てしまうので、明るくってこれの反対色、紫の反対色、黄色はどうですか？提案なんだけど。ちょっと、無理やりやってみようかな。イエローでも非常に明るいイエローがいいですよね、多分ね。例えば、あくまでも、それで美味しく見えたらいいかなと思ってやってるだけですからね。美味しくなるかどうかはちょっと保証の限りじゃないんですけども。だからこの近くにこうやって来ると、これとほら色が全然違いますので、お肉が目立つんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。こう来て、こうだよね。みんないいんだ。これもみんな同系色だから。こうで、それでこっちの方も。だから、みんなこうだよね。ぐっと塗ってしまってですね。よいしょ。それで、側面が少し暗くなる。こうだよね。
どっちから光が来たでしょうかな。どっちでもいいか。こっちから光もいいよね、多分ね。こう影描きやすいもんね。じゃあ、ここは少しこう、暗くなってきて、で、お皿の側面がここにこうやって出てきてですね。こうかな。はい。これだと、ほら、ね、明るいから差がはっきりして、見やすいよね、きっとね。でもなんか、それでいいかな。ポテトは、こんな色してる。こんな色。こんなんで、こんなメイドだね。こうなって、ここもこうなって、ポテトと。こっちも、ここに、ポテト。こうかな。で、ポテトは、これが、こうなって、もうちょっと美味しそうな色にしようかな。こうなって、こうなんだよね。これもこうなって、こうかな。これ、こうだよね。こうなって、こう。というポテトがある。それから同じような色で、ここに、何ですか。ソースがある。こうやってやって、こうなっていって、ここら辺までこうなってる。ここまでギリギリのとこまでソースが流れてきていて、で、こうですよね。こっちへこうソースがこうちょっと薄いんだね。で、こう肉のとこにも、お肉もちょっと大きいのか。こんなちっちゃくないんだね。もうちょっと大きくしますね。失礼しました。はい。もっとお肉大きいんだね。こんなちっちゃい。あ、そっか。こいつがもっと大きいんだね。そうか。ここに、切ってある？二つぐらいある？こんな感じあるのかな？そこら辺ちょっとよくわかんないんですけど。断面をもっとはっきりさせてですね。断面というか、側面ですね。側面の形をしっかりして、ステーキの厚みですね。からこういうとこもですね、ちょっとこうやって立体を強めてですね。こうかな。で、こうなって、これも、こんなんでこうかな。はい。あとはなんだ。なんかブツブツと、ブツブツとなんかありますね。じゃあ少しやって、こうある。ね。柴崎めったにやるレストランって行かない人なんですけども、食べる楽しみいっぱい持ってる方もいいですね。なんかこんなのっていうのかな。ちょっと勉強不足でよくわかりません。はい。で、このなんか白く光ってますよね。これちっちゃい画面だからね。ただこうやってですね、こうやってやって、こうやって撮ったらいいかな。もうちょっと乾いてからしましょうかね。それで、あと、付け合わせが、ここに、はい。もうイエロー下地に入ってますので、同系色だから、まず、このまま塗っちゃいましょうか。こうなって、これオーバーラップしてこうかな。なんかこうで、こうでね。こう来て、ちょん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 。チャカ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 ってこうだね。で、こうして、ここも明るいくらい、逆にこっちを暗くした方が、
ステーキのですね、形も引き立っていいんじゃないかな、と、ちょっと思いますね。はい。それで、もっと大きいか。こっちまでもちょっとある。このくらいある。はい。それで、まあ、ですね。よくわからない色って、こうですね。こうやって、こうでしょうか。この、まあ、こう、金属光沢でこう、光ってる雰囲気ですね。それはもう本当に明るいくらいの色を、まあ、極端にこう、同居させて描くとすると、こう、光って見えるというわけですね。例えばですね。はい。そしたら、まず、こういうものに、こう書いて、日陰を加えてあげてですね。まあ、同時に、こことの明暗の差。例えば、こう明るかったらこっち暗くですね。そんなこともちょっと意識して、この付け合わせの影を描くといいかと思います。常に、だからここ暗いですので、ここを暗くするとまずいわけですよね。はい。常にそういう意識ですね。で、ここに加えたような色をちょっとこう入れてあげるとですね、まあ、絵としてのこう統一感とかですね、まあ、絵としてのこう色の深みとかですね、そういうのも出るんじゃないかなというふうに思います。はい。書きすぎたのでちょっと整理しましょうね。こうですね。はい。それで、なんだろう。そうしたら、日陰ですね。はい。今の、柴崎は、ここにイエローで書きましたので、そこに落ちてる影は、その色の暗くて冷たい色ですね。例えば、こうでしょうか。ここもこうですね。こうやって影を描いて、その存在感を描く。これはなんかこう見ると、ここの流れているソースにも、だいぶこう、明暗や濃淡の違いがありそうですね。まあ当然そりゃそうですね。ソースにもこう厚みがあったり、とろっとするからするわけだよね。だからソースも立体として描いた方がいいんだよね。はい。日陰のところを少し強めにして、これでいいかな。あと、まあ、ちょっと美味しそうにするために、色を、はい。ちょっと美味しそうな色も足してですね。こうでしょうか。それで、はい。で、ここに、こういう影ですね。こうなったかな？それで、あとは何しよう。
これな。つぶつぶはいいね。もう、やった方がいいのかな。まあ、絵の具を取ってですね、待ってください。取ってもいいし、ですね。まあ、よいしょ。ちょっと今面倒なので、ちょっとですね。これでね。ちょっと面倒なので、ホワイトでちょっと光らせちゃいますね。これもツヤツヤしてる？はい。こんなのいいかな？はい。そうしたら、いらない線をちょっと消しちゃいましょうか。ここら辺消して、ここら辺消して。はい。それで、そっかそっか。なんだろう。この美味しそうな、タレじゃなくて、ソースですね。ソースを、これで、ここら辺かな？ここら辺から、チュルッと、こう切って、ここら辺で、また、チュルッと、こう切って、ここら辺で溜まって、ここら辺で、チュルッと、こうだ。で、ここにこうやってヘリに溜まっていって、こっちへ流れ込んでいって、こっからこう出てきて、ここのヘリでチュルッとこうなって、ここに溜まっていて、で、だからこっちの方に、ここら辺に、よいしょ。こう切って、ここら辺に溜まりながら、こうかな。それで、こっち、ここ、ベトンと溜まって、ね、すごいですね。こんなんなって、こっちにこう中へ溶け込んでんだ。ここね。こんなんなってんだ。で、ここはこんなんなって、溶けてきて、これは上にもかかってんのかな？こういうね、なんか、こういうとこだよね。こんな感じに、なんかかかって、これなんかちょっと染み込んでそうですね。これね。こんなんかな。で、ここ、こう溜まって、ここもこう細くなって、ここから、このヘリにこう持ち上がって、ちょっとこう、ヘリに持ち上がって、まあこういうとこもそうですね。こうヘリに持ち上がる感じだよね。それでここからピューンとこうなる感じ。それで、こうしたら、ですね、少し冷ための色を用意してきて、これ側面だよね。まあ見えないからいいか。何かその厚み、こういうところの厚みですね。かな？それから、このくらいかな？あとは、このテラッとした光った感じですね。はい。ホワイトで、ピカッとですね。光らせて、ツヤツヤ感。よくわかるところにやった方がいいですね、きっとね。なんか、あと、こんなとこへ。これ、もうちょっと暗くですね。
よいしょ。こうやって重ねて、立体にして、それから、ソースの色ですね。色で、ちょっとアピールしまして、もう一回重ね抜いて、このくらいが美味しそうに見えるかな？どうでしょうか。で、そんな色で、こうですね、影に落ちた。こういうとこですね。ちょっとこうやると、このソースの厚みが出るかもね。こういうところ、こういうところ。こうソースがこう立体的に盛り上がってる。ね。みたいな雰囲気で。こんなにどうだろう。で、ですね。これで大体いいかな。そうしたら、まあ床はこういうふうには書いてあるのかな。パープルっぽい色で多分いいですよね。でもちょっとお肉と競い合ってしまうかな。お肉と競い合ってしまいそうだからやめましょうか。何の色がいいだろうな。じゃあ、せっかくでもうちょっとなんか、じゃあ、同じパープルとしても、それブルーが多めな色にしましょうかね。ブルーが多めな色だったらどうだろう。それでここは、このくらい暗くしてあげるとですね、皿の形もしっかりこう引き立ってくると。そういうふうに多分見えるかと思います。こうだよね。で、こう、で、こう。これをこの、皿のこう側面にこう少しこう重ね塗りでもいいんですけどね。こうやってね。皿の厚みが出てきます。これはこのままこっちにやりながら、こう塗って、この白を残してですね、ところどこうやって光って見えるだろうと思います。こうですね。で、これはこのまま、多分こうですね。で、ここも、こうですね。で、さらにそのな色の暗くて冷ための色で、ここにですね、こうやって描くと、お皿の厚みとですね、お皿の高さと光の方向が見えてくるというわけですね。ですので、これなんかもこういうのも、こっちですね、こうやって描いてみたりするといいんじゃないかな、というふうに思います。こうでしょうね。こうかな。はい。どうでしょうか。ねえ。もうちょっとお皿の厚みだけ補強しておきましょうかね。こういう感じ。よいしょ。こういう感じかな。はい。で、いいのかな。で、これで、ちょっとここを強くして、はい。じゃあ、これでですね、ちょっと剥がしてみますね。よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。はい。はい。ということで、剥がしたんですけど、ですね。こっち。ここに使った色をね、こういうところにこう少し入れてあげると、この色が映って、これはこっち、ね、金属かなっていう感じも伝わりやすいでしょうし、あと、
で、ここの中にも、はっきり分けたんですけども、これなんか使ってあるんですね。なんかちょっと足すとですね、まあ、なんていうか、フレンドリーな感じにですね、見えてくるだろうと思いますし、それとお互いのようにちょっと足し合うね、こうやってね、こうやって。こうすると、最初はっきり分けてからですね、あと仲間にするというね、最後は平和っていう感じ。こうなんですよね。こうやると、絵としては綺麗だろうと思います。はい。さあ、それで、ですね。鉛筆。結論としては、ですね。暗くなったので、もう一回皿を明るくしようってやつですね。して、ですね。で、お肉を目立たせるという話ですね。はい。立ち落とし。この立ち落としは、ね、ここのとこ。ですよね。だから逆にここ、広くしてみました。例えば、こんなものですね。もっとして、テーブル感を出してみてもいいんですよね。まあ本当に、食卓の差が出ています。ね、それとても良かったと思います。はい。こんな感じです。ね、参考にしてください。はい。はい。書き上がりました。ねえ。なんか、美味しそうなお肉のお皿に盛ったね、お料理でしたね。おしゃれなお料理でしたね。まあ、柴崎、とてもよくかけていたんだけども、ちょっとね、こう直したらこう見えるよってのやってみたんですけど、どうでしたか？楽しんでいただけたら嬉しいです。ここで、あなたにちょっとお知らせがあります。それは、これですね。100点のアートクレヨン画展についてのお知らせです。もうご存知だと思います。アートクレヨンを使ったね、あなたの作品をですね、今募集中です。もう本当に何でもいいですよね。もうアートクレヨンを使ってさえあれば、小さいお子さんから柴崎、いやもっと先輩までね、そういう全部の世代の方がね、もうどんどん絵を描いてほしいんですね。もう柴崎のところにもうたくさん今もう来ています。その中からね、ちょっとこんな絵もあるよということであなたにご紹介しますね。はい。1枚目はこれです。ねえ。ほら、なんか不思議な、これはフクロウさんかな。そうでもあり、そうでもないようなね。とてもメルヘンでワンダーな世界ですよね。こういうね、あなたの世界。こういう絵もいいんですよね。素敵ですよね。楽しいし、夢があって。ね。それからね、こんな絵もあります。はい。ね、スケッチ風の絵ですね。これはどこかな？江ノ島の中ね、奥に入っていくとね、こういうなんか、海がストーンって見れるね、なんていうか、陸地の切れ目みたいなとこあるから、柴崎そこじゃないかなと想像してるんだけど、こういうね、本当にスケッチ風の絵もいいですよね。だから、いろいろな絵でいいんですよ。ね。あなたの力作、柴崎お待ちしてます。それからですね、
このアートクレヨンを使ったお教室も開催してます。はい。柴崎と一緒にお絵描きしませんか？あと、お教室といえば、柴崎が主催するオンラインによる水彩の教室もあります。ね。これはチャットであなたと、柴崎はおしゃべりするんですけど、あなたはチャットでね、返事をしてもらったりしながら絵を進めていきます。絵の基礎のお勉強ですね。そしてですね、あと、これですね。はい。NHK 文化センター青山教室での水彩画の講座です。ちょっと内容ご覧くださいね。はい。ちょっと色が違うとかね、ちょっとはみ出しちゃったとかね、あってもそれも大丈夫。それを絵を描く楽しさだからね。画家柴崎春道さんと楽しく描く水彩画。細く描いたり、押し付けると太くなる。少しお水を加えて明るくしてから。びっくりするほどうまく描けると話題になった E テレ。3ヶ月でマスターする絵を描くの講師、柴崎春道さんと楽しく水彩画を学ぶ講座。小中学校の授業でうまく描けなかったというあなたも大丈夫。教え方の達人、柴崎さんの水彩画の魅力を引き出すテクニックで楽しく学び、上手に描くことができます。左右に手を振らすように、ギザギザギザっと。会場受講は手ぶらでご参加いただけます。ネットで見てるから大丈夫かな？オンラインで受講も可能。塗り残してもいいんですよね。書いて塗り残すぐらいがね、達人みたいでかっこいいんですよ。うまくいかなくて。参加者のお悩みに柴崎さんが描き方のコツをアドバイス。ツートンカラーのおまんじゅうみたいな感じ。ちょっと持ってきて。いいですよ、これで。ちゃんと立派なお山に描けてると思います。ここでギザギザしたお山に自分なりのパターンを描いていけばいいわけですよね。ここの木ですね。もう少し暗く描いてあげると、この山が遠くに行って見えるんですよね。会場参加者には直筆サイン入りの限定ポストカードをプレゼント。柴崎さんとの握手やツーショット写真撮影、そして後から復習できる見逃し配信の特典付きです。E テレ3ヶ月でマスターする絵を描くで柴崎さんが描いた原画の展示も行います。柴崎さんとの講座で水彩画の世界を一緒に楽しみましょう。はい、いかがでしたか？様々なお教室をあなたがお越しになるのをお待ちしてます。そして、アートクレヨンのですね、作品、今募集中ですからね、どんどん書いてね。特にこのお子様、夏休み、頑張って書いて送ってください。ね、楽しみにしてます。さあ、今回も、添削でしたね。どうだったかな？はい。また次回も、ちょっとね、やってみたいと思っています。ね、熊本地震ね、被災された方、本当に暑い中、本当に大変だと思いますが、どうぞお体に気をつけてですね、一日でも早くですね、元の生活に戻りますよう、心からお祈り、また応援しております。さあ、ではまたすぐにお会いしましょう。はい、今日もどうもありがとうございました。はい、柴崎でした。